皆様こんにちは、満別花丸です。四国メタンです。今回はライトサーペントとクリオスフィンクス、門前払いの3枚で成立する無限攻撃コンボを使った高校ワンキルデッキを紹介するよ。無限攻撃コンボ、なんだか嫌な予感がするわね。完全にネタデッキなので、実際のデュエルでは使い物にならないけど、その点はご承知のほどを。最終盤面はこんな感じで、ジーアンティス、カルダーン、ジェムナイトセラフィ、マネキンキャット、スクラップゴーレム、クリオスフィンクスが並ぶよ。相手フィールドに3度バック用のスクラップゴブリンを用意するよ。スクラップゴブリンにモンスターで攻撃すると、門前払いの効果で攻撃したモンスターは手札に戻り、クリオスフィンクスの強制効果で手札を1枚墓地に送るよ。ここで手札のライトサーペントを墓地に送ると、ライトサーペントの自己蘇生効果で特殊召喚できるよ。ライトサーペントで再度攻撃することで、門前払いで再度手札に戻り、無限に攻撃することができるよ。これって3度バックに全モンスターで攻撃すれば、無限攻撃コンボがなくてもライフポイントを削りきれるんじゃないの？その通り、だからネタデッキとして見てね。ひどいコンボね。完全に自己満足ってことね。そういうこと。今回の動画の流れは、まず書道カードについて説明して、次にキーカードへのアクセス方法を解説するよ。その後、デッキレシピを紹介して、最後に実戦で展開ルートを解説するよ。それでは行ってみよう。書道カードはランク3を立てられるカードプラス、サモンプリーストの効果で捨てるための魔法カード1枚。ただ、今回は展開の途中でダークドリアードの効果を使うので、地、水、炎、風の4属性をバランスよく入れておく必要があるんだ。水属性は展開の途中で使う水流星、美式が、地属性はスクラップゴーレムがいるので、炎、風属性の書道カードを多めに採用するよ。今回はローンファイアブロッサムとベイゴマックスを3枚ずつ採用するよ。ローンファイアブロッサムはオフリススコーピオからダーリンクコブラをリクルートすることで、コスト用の魔法カードもサーチできるので、とても相性が良いよ。他にもレスキューキャットやレスキューラビット、4属性以外だとデスガイドやオフリススコーピオ、ギャラクシーワームなどもあるよ。次は無限攻撃コンボのキーカードへのアクセス方法について解説するよ。無限攻撃コンボに必要なキーカードは、ライトサーペント、クリオスフィンクス、門前払いの計3枚。これに加えて、ライトサーペントで直接攻撃できるように相手フィールドのモンスターを一掃するか、3度バックになるモンスターを相手フィールドに用意する必要があるよ。今回は3度バックとしてスクラップゴブリンを採用するよ。理由はスクラップゴーレムの効果で簡単に相手フィールドに用意できること、レベル3のチューナーで展開にも使いやすいこと、フィールドにマネキンキャットを用意した状態で相手フィールドにゴブリンを特殊召喚することで、マネキンキャットの効果でクリオスフィンクスをリクルートできるよ。なるほど。3度バックを用意しながら、キーカードであるクリオスフィンクスもリクルートできるわけね。ライトサーペントはキングレムリンから簡単にサーチできるよ。門前払いはベアトリーチェの効果で墓地へ送って、カルダーンの召喚時の効果で墓地からセットして発動できるよ。カルダーンの効果は特殊召喚には対応していないから、召喚権を増やす必要があるわね。今回はブリリアントフュージョンからジェムナイトセラフィを融合召喚して召喚権を増やすよ。ブリリアントフュージョンはシンクロフュージョニストの効果でサーチして、カルダーンはジェムナイトセラフィと地属性天使族が共通しているので、ラルバウールの効果でサーチできるよ。なるほど。だんだんつながってきたわね。ラルバウールとシンクロフュージョニスト、スクラップゴブリンはレスキューフェレットの効果でリクルートできるよ。今回はレスキューフェレットをサモンプリーストの効果でリクルートするよ。次にデッキレシピを紹介するよ。デッキレシピはこちら。詳細は概要欄にも掲載しているよ。赤色が書道カード、黄色は書道札に来ると事故るカードだよ。水色は手札コストにはできないカードだよ。書道カードがたくさんあるのはいいけど、60枚デッキなのね。展開に必要なカードが多いので、どうしても60枚デッキになってしまったよ。週末の騎士が最近まで制限カードだったので、2枚目の代わりにダークグレファーを入れているけど、今だと週末の騎士を2枚入れられるので、ダークグレファーは不要だよ。それじゃ次に実戦で展開ルートを見ていこう。デュエルスタンバイ。ローンファイアブロッサムを通常召喚し、効果でデッキからオフリススコーピオをリクルート。
オフリススコーピオの効果で手札のモンスターを1枚捨てて、ダーリングコブラをリクルート。ダーリングコブラの効果でジェムナイトフュージョンをサーチ。レベル3の2体でインボーカーをエクシーズ召喚。インボーカーの効果でモーニングスターをリクルート。モーニングスターの効果でヒロイックエンボイをサーチ。ヒロイックエンボイの効果で2体目のモーニングスターをサーチ。2体目のモーニングスターの効果で自身を特殊召喚。インボーカーとモーニングスターでイゾルデをリンク召喚。イゾルデの効果でダッシュガイをサーチ。イゾルデの効果で剣のきらめき、妖刀竹光、装備魔法2枚を墓地へ送って、終末の騎士をリクルート。終末の騎士の効果でサモンプリーストを墓地へ送り、妖刀竹光の効果で燃え竹光をサーチ。レベル4の2体でルガレスをエクシーズ召喚。デュガレスの効果で墓地からサモンプリーストを蘇生。サモンプリーストの効果でジェムナイトフュージョンを捨てて、バイオンをリクルート。バイオンの効果でシャドウミストを墓地へ送り、シャドウミストの効果でキャプテンゴールドをサーチ。キャプテンゴールドの効果でスカイスクレイパーをサーチ。バイオンの効果で墓地のキャプテンゴールドを除外して、融合をサーチ。デュガレスとイゾルデでクロシークをリンク召喚。レベル4の2体でキングレムリンをエクシーズ召喚し、効果でライトサーペントをサーチ。融合を発動し、キングレムリンと手札のダッシュガイでデッドリーガイを融合召喚。クロシークの効果で墓地のサモンプリーストを蘇生。ここで本来はデッドリーガイの効果でディアボリックガイを墓地へ送るんだけど、今回はすでにディアボリックガイが墓地にいるので、デッドリーガイの効果は使わないよ。墓地のディアボリックガイの効果で2体目のディアボリックガイをリクルート。レベル6の2体でベアトリーチェをエクシーズ召喚し、効果で門前払いを墓地送り、サモンプリーストの効果でスカイスクレイパーを捨てて、レスキューフェレットをリクルート。サモンプリーストとクロシークの2体でセレーネをリンク召喚。セレーネの効果でサモンプリーストを蘇生。サモンプリーストの効果で燃え竹光を捨てて、ダークドリアードをリクルート。スクラップゴーレム、意識、ネメシスフラッグ、レイゴマックスをデッキトップへ。レスキューフェレット以外の4体でスカルデットをリンク召喚し、4枚ドローして3枚デッキに戻すよ。ここで、スクラップゴーレムとネメシスフラッグをサーチするよ。サーチしたゴーレムをスカルデットの効果で特殊召喚。レスキューフェレットの効果でラルバウール、シンクロフュージョニスト、スクラップゴブリンをリクルート。シンクロフュージョニストとゴブリンで暴天候をシンクロ召喚。ここで暴天候の効果で美式をサーチしているけど、これはミス。美式は後でデッキからリクルートするよ。シンクロフュージョニストの効果でブリリアントフュージョンをサーチ。ブリリアントフュージョンを発動し、デッキからジェムナイトアズリーとフォトンジャンパーを墓地へ送り、ジェムナイトセラフィを融合召喚。フォトンジャンパーの効果でギャラクシーサイクロンをサーチ。スカルデット1体で G ランティスをリンク召喚し、効果を発動。全モンスターを除外して、再度特殊召喚するよ。ここで、暴天候は1ターンに1度しか特殊召喚できない制約があるので、除外されるよ。ラルバウールの効果を発動して、対象としてセラフィをして、セラフィと同じ持続性天使属であるカルダーンをサーチするよ。さらに暴天候の効果で美式をリクルート。ここで墓地の剣のきらめきの効果を発動して、効果を使い終わったラルバウールをリリース。ネメシスフラッグの効果で空いたフィールドに自身を特殊召喚するよ。レベル2の2体でマネキンキャットをエクストラモンスターゾーンにエクシーズ召喚。追加された召喚権を使ってカルダーンを通常召喚。カルダーンの効果で墓地の門前払いをセット。ゴーレムの効果で相手フィールドにゴブリンを特殊召喚。マネキンキャットの効果でクリオスフィンクスをリクルート。門前払いを発動してバトルフェーズへ移行。カルダーンで攻撃し、手札に戻す。クリオスフィンクスの効果でライトサーペントを墓地へ送り、自己蘇生。そのままライトサーペントで殴り続けるよ。何勘違いしているんだ。まだ俺のバトルフェーズは終了していないぜ。もうやめて。遊戯。とっくにハガのライフはゼロよ。もう勝負はついたのよ。対戦ありがとうございました。ちなみに、
レスキューセレットやダークドリアードを素引きしている場合、展開の途中でスプリガンズキットを経由することで、素引きしてしまったカードをデッキに戻して展開することができるよ。そのため、レスキューセレットやダークドリアードは1枚のみ採用しているよ。今回のデッキをまとめるとこんな感じ。まず無限攻撃コンボのロマン。そして相手を7回も殴れて気持ちいいこと。バーサーカーソウルごっこができること。悪い点は相手の先行1ターンでは事故っていることが前提なこと。相手に少しでも妨害されたら負け確なこと。別に無限攻撃コンボがなくても展開が通れば8000ライフを削り切れてしまうこと。このチャンネルでは今後も PC やガジェット、遊戯王に関連する動画をアップしていく予定です。チャンネル登録やいいね、コメント、X のフォローなどをしていただけると励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。